序章、静かに消える人がいる。ある日、気づくと連絡が来なくなっている人がいる。昨日まで普通に話していたのに、今日から急に返事が遅くなる。怒ってもいない。喧嘩もしていない。何かが変わったわけでもないはずなのに、その人との間の空気が音もなく変わっている。そしてある時、もうその人からのメッセージが来なくなる。あなたは不思議に思うかもしれない。一体何があったんだろう。何か気に障ることを言っただろうか。それとも自分が何かを見落としていたのだろうか。しかし答えはいつも後になってからしかわからない。もしくは永遠にわからないまま終わる。一方であなた自身も経験したことがあるかもしれない。この人もういいやと静かに心の中で決めた瞬間を、誰かに怒鳴ったわけでも絶縁宣言をしたわけでもない。ただ何かが心の中でカチッと音を立ててしまった。あの感覚を。今日この動画ではそのもういいやという感覚の正体を心理学、神経科学、哲学、そして人間関係の研究が積み重ねてきた知見を丁寧に紐解きながら徹底的に解明していく。なぜ人は誰かを見放すのか。その決断は本当に突然起きるのか、それとも長い時間をかけて準備されてきたものなのか。そして見放すという行為は冷たさなのか、それとも人間としての尊厳を守るための最後の選択なのか。この動画を最後まで見れば、あなたの人間関係の見え方が根本から変わるかもしれない。それでは始めよう。第1章。もういいやは突然ではない。感情蓄積のメカニズム。まず最初に、最も重要な前提を共有したい。もういいやという感覚は、突然やってくるように見えて、実は長い時間をかけて準備されてきたものだ。心理学の世界では、感情は蓄積型と爆発型の2種類に大別される。爆発型の感情反応とは、何か大きな出来事が起きた瞬間に一気に感情が噴出するタイプだ。叫ぶ、泣く、怒鳴る、その場で関係を断ち切る。これが爆発型だ。しかしもういいやという感覚は、そのどちらでもない。これは心理学者のリチャード・ラザルスとスーザン・フォルクマンが1984年に提唱した認知的評価理論で説明できる。この理論によれば、人間は外部からのストレスを受けるたびに2段階の認知的評価を行っている。第一評価はこれは自分にとって脅威かそれとも無害かという判断であり、第二評価はこの状況に対して自分はどう対処できるかという検討だ。面白いのはこの評価プロセスが必ずしも意識的ではないという点だ。私たちは日常の人間関係の中で気づかないうちに相手の言動を絶えず評価し続けている。軽くあしらわれた一言、頼んだことを忘れられた経験、自分だけが気を使っている状況、こうした出来事はその瞬間は大したことではないと処理される。しかし脳の中ではその出来事はきちんと記録されている。神経科学者のベッセル・バンデアコークは著書の中で、身体は全ての経験を記憶していると述べた。言葉にならない傷つきの記録が神経系の中に静かに積み重なっていく。この積み重なりがある敷地を超えた瞬間にもういいやという判断として意識に上がってくる。だから見た目には突然に見えるが、実際はそうではない。水が100度に達した瞬間に沸騰するように、そこに至るまでの熱の蓄積が全ての始まりだったのだ。では、その蓄積はどのようにして起きるのか。人間には所属欲求と呼ばれる根源的な心理的ニーズがある。心理学者のロイバ・ウマイスターとマーク・リアリーは1995年の研究で、人間は他者とのつながりを持ち続けることへの強い動機を生まれながらに持っており、この欲求が満たされないことは身体的な痛みと同じ神経回路を活性化させると示した。つまり、人間関係の中での傷つきは、比喩ではなく文字通り痛みとして脳に処理されている。しかしだからこそ、人は関係を簡単には切らない。痛みがあっても、つながりへの欲求がそれを上回る限り、人は関係の中に止まり続ける。もういいやという感覚は、この所属欲求が傷つきの蓄積によってついに上書きされた瞬間の表れだ。つながりへの希望より、これ以上傷つくことへの恐れが大きくなったとき、人の心はある方向へ静かに舵を切り始める。その舵の切れ目が、もういいやなのだ。第2章、言葉にならない警告。暗黙的フィードバックの心理学。人が誰かとの関係に限界を感じ始めたとき、多くの場合、最初に取る行動は直接伝えるではない。むしろその逆で、言葉を使わずに何かを伝えようとする。これは弱さでも曖昧さでもなく、人間関係における非常に高度な配慮の表れだ。社会心理学では、この現象を暗黙的フィードバックと呼ぶことがある。直接的な指摘や批判を避けながら、関係の温度や距離感を通じて、
何かが変わったことを相手に気づいてもらおうとする試みだ。では、なぜ人は直接言わないのか。ここに、感情知性の研究者ダニエル・ゴールマンが指摘した社会的感受性の働きがある。感情知性が高い人ほど、自分の言葉が相手に与える影響を深く想像する。相手を傷つけてしまうかもしれない。関係が壊れてしまうかもしれない。自分が過剰反応していると思われるかもしれない。こうした想像力が直接の言語化を妨げる。その代わりに使われるのが行動による間接的なメッセージだ。返事がわずかに遅くなる。会話の中で以前より笑わなくなる。一緒にいる時間を自然に減らし始める。頼まれていたことをかつてより少し積極的でなくなる。これらは気分の波でも忙しさでもない。これは関係に対する評価が変化し始めたサインだ。しかし問題がある。このサインは受け取る側に非常に高い感受性を要求する。心理学者のジョン・ゴットマンは数十年にわたる夫婦関係の研究の中で、関係が崩壊に向かう最初のサインは激しい衝突ではなく、微細な感情的距離の拡大であることを示した。つまり、関係が終わりに向かうとき、多くの場合それは静かに始まる。そしてその静かな始まりを見逃した人は、後になってからあの時すでに始まっていたのかと気づくことになる。ここで重要なのは、暗黙的フィードバックを送っている側の心理だ。彼らはただ黙って距離を置いているのではない。実は心の中でこう思っている。もし相手がこの変化に気づいてくれたら、まだ関係は修復できる。もし相手が何も変わらないなら、それが一つの答えだ。これはある意味で、関係に対する最後の試験とも言える。相手が気づき、何かを変えようとするなら、そこにはまだ可能性がある。しかし相手が何も気づかず、あるいは気づいても動かないなら、それは関係の本質的な非対称性を証明することになる。ブレネー・ブラウンは著書の中で、境界線とは相手を傷つけるためのものではなく、自分が健全でい続けるために必要なものだと述べた。暗黙的フィードバックとは、この境界線を言葉なく引こうとする試みだ。そしてその試みが繰り返し無視されるとき、人の心の中では次のフェーズへの移行が始まる。それは改善への期待から変化の可能性の評価へのシフトだ。期待という感情は、実は非常に消耗するものだ。期待するということは、裏切られるリスクを常に抱えながら待ち続けることを意味する。神経科学的に見ると、期待が繰り返し裏切られることで、脳の報酬系における予測誤差の処理が蓄積し、やがて期待そのものを形成しにくくなる状態が生まれる。これは学習性無力感に近い状態であり、心理学者のマーティン・セリグマンが1972年に提唱したこの概念は、コントロールできない状況に繰り返しさらされた生き物が、やがてコントロールしようとする努力をやめてしまうことを示している。人間関係における学習性無力感とは、何度伝えても、何度期待しても、何も変わらないという経験が積み重なった末に、伝えること、期待すること自体をやめてしまう状態だ。そしてこの状態に至ったとき、暗黙的フィードバックの段階は終わりを迎える。次に来るのは、もっと深い内的なプロセスだ。第3章、自分を責め続けた時間。内在化傾向と自己否定の構造。ここで少し見放す側の内面に深く入っていきたい。多くの人は誰かとの関係で傷ついた時、最初に相手を責めない。むしろ自分を責める。これは一見すると謙虚さや自己反省のように見えるが、臨床心理学ではこれを内在化傾向と呼び、必ずしも健全なプロセスではないことが知られている。内在化傾向とは、外部の問題や葛藤を自分の内側に取り込み、自分が悪かったのではないか、自分に何かが足りないのではないかという形で処理しようとする認知パターンだ。なぜこのパターンが生まれるのか。発達心理学者のジョン・ボールビーが提唱した愛着理論によれば、幼少期の養育者との関係の中で形成された愛着スタイルが、成人後の対人関係パターンに深く影響する。特に不安型愛着と呼ばれるスタイルを持つ人は、関係がうまくいかない時に自分が十分でないから愛されないという解釈を繰り返しやすい傾向がある。これは幼少期に愛情が条件付きで与えられてきた経験。つまり、いい子にしていれば愛される。そうでなければ愛されないという学習から生まれる。この愛着パターンを持つ人が大人になって人間関係の中で傷ついた時、その傷を相手の問題として外に向けるのではなく、自分の問題として内側に向ける。もっと気を使えばよかったのではないか。もっと相手の立場に立てばよかったのではないか。自分の期待が大きすぎたのではないか。こうした内省は繰り返される。そして繰り返されるたびに、自己否定の層が少しずつ積み重なっていく。加藤定三は著書の中で、自分を大切にできない人ほど他者への過剰な奉仕に走りやすいと述べた。これは愛情への渇望と自己否定が複雑に絡み合った心理構造であり、
もっと頑張れば認められる、もっと我慢すれば関係はうまくいくという信念が行動を駆動し続ける。しかしこのプロセスには必ず終点がある。心理的な耐久限界だ。人間の心理的資源は有限であり、自己否定を続けながら関係を維持しようとする試みはやがて心理的な燃料切れを引き起こす。ビクトール・フランクルは極限状態の中で人間の尊厳について深く考察したが、彼の洞察の核心にあるのは、人間はどんな状況でも意味を見出せる存在だが、意味が完全に剥奪された時、人は生きることへの力を失うという認識だ。人間関係においても同じことが起きる。この関係の中に自分がいる意味は何かという問いに対する答えを見つけられなくなった時、自己否定の連鎖はついに臨界点を超える。その瞬間に起きることは、怒りでも悲しみでもない。むしろ、奇妙な静けさだ。臨床心理士のジュディス・ハーマンは、複雑性トラウマの研究の中で、長期的な傷つきの後に訪れる感情的な麻痺状態について記述している。これは感情が消えたのではなく、感情の処理が一種の保護モードに入った状態だ。感じ続けることへの疲労が極限に達したとき、心は一時的に感情の振れ幅を狭める。この状態がもういいやという感覚の直前に訪れる静けさの正体だ。そしてこの静けさの中で、人は初めて自分自身に問いかける。私はこれ以上、自分を削り続ける必要があるのか。その問いへの答えがノーになったとき、内在化傾向は終わりを迎える。自分を責める矢印が、初めて内側から外側へと向き直す。これは相手を攻撃するためではない。ただ、自分を守るために、矢印の方向が変わる。河合隼はユング心理学の文脈で、人間の心の中には表の顔であるペルソナと影の部分であるシャドウが共存していると述べた。長い間、自己否定の中にいた人の影には、抑圧された怒りや悲しみ、もう十分だという声が眠っている。見放すという決断は、その影の声が初めて表に出てきた瞬間とも言える。それは破壊ではなく、統合の始まりだ。第4章、感情から構造へ。関係性の設計図が壊れる瞬間。人が誰かとの関係をもういいやと判断するとき、その判断は感情だけで下されているわけではない。むしろ、感情的な段階をすでに通過した後に訪れる、もっと冷静で構造的な認識が、その判断の本質にある。これを理解するために、人間関係を一種の設計図として見る視点を持ってほしい。建物に設計図があるように、人間関係にもその関係を成立させている暗黙の構造がある。誰がどれだけ配慮するか、誰がどれだけ我慢するか、誰がどれだけ歩み寄るか、こうした役割の分担が関係の中で自然に形成されていく。健全な関係とは、この役割分担が双方向で、かつある程度バランスが取れているものだ。しかし多くの場合、この設計図は少しずつ歪んでいく。最初は気づかないほどの小さなズレから始まる。片方が少し多めに気を使い、もう片方が少し多めに気を使われる。片方が少し多めに我慢し、もう片方が少し多めに許される。この非対称性は、最初のうちはさほど問題にならない。しかし時間が経つにつれ、この非対称性は固定化していく。社会心理学者のアダム・グラントは著書の中で、人間は与える側のギバーと受け取る側のテイカーに大別されると述べたが、長期的な関係の中でギバーが一方的に消耗し続ける状況は、関係の設計図が根本的に壊れていることを示している。ここで重要なのは、この構造的な問題は感情では修復できないという点だ。感情的な衝突から生まれた亀裂なら、感情的な和解で埋めることができる。怒りが収まり、謝罪が受け入れられ、お互いに歩み寄ることで関係は回復する。しかし設計図そのものが歪んでいる場合、いくら感情的には返しても、翌日からまた同じ構造の中に戻ってしまう。謝られた。また同じことが起きた。また謝られた。また同じことが起きた。このループに気づいた瞬間、人の認識は大きく変わる。問題は出来事ではなく、パターンだ。問題は感情ではなく、設計そのものだ。認知心理学では、この認識の変化をスキーマの再構築と呼ぶ。スキーマとは、過去の経験から形成された物事の解釈の枠組みのことだ。当初はこの人は時々失礼なことをするが、基本的にはいい人だというスキーマを持っていた人が、繰り返しの経験を通じてこの人との関係において、私は常に消耗する側に置かれるというスキーマへと再構築される。このスキーマの再構築は、一度確立されるとなかなか覆らない。なぜなら脳は一度形成したパターン認識を効率的に使おうとするからだ。新しい情報が入ってきても、
すでに形成されたスキーマに合わせて解釈しようとする傾向がある。これを確証バイアスと呼ぶが、関係性の文脈では、一度この関係は設計が壊れているという認識に至った人は、相手の良い行動よりも悪いパターンの繰り返しをより鮮明に認識するようになる。さらにここで、ストア哲学の視点を加えると興味深い。古代ローマの哲学者エピクテトスは制御の二分法として知られる概念を提唱した。これは、世界の物事を自分がコントロールできるものと自分にはコントロールできないものに明確に分けて考えるという哲学だ。長期間にわたって相手を変えようとし、関係を修復しようとしてきた人が、ある時点でエピクテトスのこの視点に自然とたどり着く瞬間がある。相手の行動パターンは、自分にはコントロールできない。変えられるのは、自分がその関係にどう関わるか、あるいは関わらないかという選択だけだ。この認識に至ったとき、もういいやという判断は感情的な衝動ではなく、極めて合理的な選択として現れる。感情の段階では相手への期待がある。しかし構造を見る段階では、期待そのものが意味をなさなくなっている。なぜなら期待とは、相手が変わる可能性を前提としているからだ。設計図が壊れているという認識は、その前提を静かに消滅させる。そしてその消滅こそが、感情的な別れではなく、構造的な終わりの正体だ。構造で壊れた関係は、感情では戻らない。これが、見放した後に戻らない理由の根幹にある。第5章、怒りの向こう側、感情処理の完了と静かな決断。もういいやという感覚に至るまでのプロセスの中で、怒りという感情は非常に重要な役割を果たしている。しかし多くの人は、この怒りを表に出さない。出さないのではなく、出せないのかもしれない。心理療法家のハリエット・ラーナーは著書の中で、怒りとは関係の中で何かが間違っていることを知らせる信号だと述べた。怒りは本来、関係における不均衡や侵害を修正するためのエネルギーを持っている。子供が怒りを表現できる環境では、その怒りは関係の調整に使われる。しかし怒りを表現することに強い抑制を感じている人、相手を傷つけることへの恐れが強い人、あるいは怒りを表現することで関係そのものが壊れることを恐れている人は、この感情を内側に押し込める。押し込められた怒りはどこへ行くのか。それは消えるわけではない。身体の中に、神経系の中に、静かに蓄積されていく。ベッセル・バンデアコークが述べたように、身体は全ての経験を記憶している。処理されなかった怒りは、慢性的な疲労感、原因不明の身体的不調、人間関係全般への意欲の低下という形で現れることがある。そして長い時間をかけて、この蓄積された怒りは徐々に処理されていく。重要なのは、この処理のプロセスが意識的である必要はないという点だ。人は夢を見ながら、日常の雑事をこなしながら、一人で散歩しながら、気づかないうちに感情の整理を進めている。心理学では、この無意識の感情処理を感情調整と呼び、前頭前野と扁桃体の相互作用によって行われることが知られている。ダニエル・シーゲルは著書の中で、健全な感情調整とは感情を抑圧することでも爆発させることでもなく、感情を感じながら飲み込まれない状態を保つことだと述べた。見放すという決断に至る人がたどるプロセスは、まさにこの感情調整の長い旅だ。最初は傷つきがある。次に悲しみがある。そして怒りがある。その怒りは表に出ないまま、内側で何度も何度も処理される。処理されるたびに、その怒りは少しずつ熱を失っていく。燃え盛る炎が徐々に置き火になり、そしてやがて灰になる。この灰になった状態を、多くの人は冷たくなったと表現する。しかしそれは冷たさではない。それは完了だ。感情的な燃料が使い果たされた状態だ。ここで興味深いのは、怒りが完全に処理された後に訪れる感情の質が通常の諦めとは異なるという点だ。通常の諦めにはまだいぶっている感情の残滓がある。本当はこうなって欲しかった、もしかしたら変わるかもしれないというかすかな希望が諦めの陰に潜んでいる。しかし怒りの処理が完了した後の状態にはそういった残滓がない。あるのはただ静かな明晰さだ。この関係における自分の経験を事実として見ることができる明晰さ。その事実に対してもはや感情的な反応が起きない静けさ。これがもういいやの本当の意味だ。それは投げやりでも無関心でも冷酷でもない。それは感情の旅の終着点だ。心理学者のクリスティン・ネフはセルフコンパッションの研究の中で、自分自身への思いやりとは自分の苦しみを否定せず、かといって苦しみに飲み込まれることもなく、ただそれを温かく認識することだと述べた。もういいやという決断に至った人の中に、
この事故への思いやりの芽生えを見ることができる。これ以上自分を苦しめなくていい。これ以上変わらないものを変えようとしなくていい。これ以上消耗し続ける必要はない。この認識は弱さではなく、長い感情の旅を経た末に獲得した一種の心理的な成熟だ。そしてこの成熟に至った人はもう元の場所には戻らない。なぜなら戻るということはこの成熟を手放すことを意味するからだ。第6章、見放される側の盲点。なぜサインに気づけなかったのか。ここまでは主に見放す側の心理プロセスを詳しく見てきた。しかしここで視点を変えて見放される側の心理についても深く掘り下げていきたい。なぜなら見放される側の多くは後になってからなぜあの時気づけなかったのかと後悔するからだ。そしてその後悔は単なる不注意から来ているわけではない。そこには人間の認知に深く組み込まれたいくつかの心理的な盲点が関係している。まず最初に理解すべき盲点は現状維持バイアスだ。これは行動経済学の分野でダニエル・カーネマンらが示した概念で、人間は現在の状態を維持することを好み、変化にはより多くの心理的コストを感じるという認知の傾向だ。人間関係においてこのバイアスが働くと、相手の態度が少しずつ変化していても、その変化を一時的な物気のせいとして処理しやすくなる。昨日まで普通だったのだから、今日も基本的には普通のはずだという前提が、微細な変化の認識を妨げる。つまり見放される側は悪意を持って無視していたのではなく、脳の自然な働きによって変化を見逃してしまっていたとも言える。しかしこれは免罪符にはならない。なぜなら現状維持バイアスを超えて変化に気づくことは意識的な努力によって可能だからだ。2つ目の盲点は都合の良い解釈だ。心理学では動機づけられた推論とも呼ばれるこのプロセスは、人が自分にとって都合の良い結論に向かって推論を歪めてしまう傾向のことだ。相手の返事が遅くなっても忙しいだけだろう。相手が以前より連絡してこなくても向こうも気を使っているだけだろう。相手が集まりへの参加を断っても体調が悪いのだろう。これらの解釈は必ずしも完全に間違っているわけではない。実際に忙しいことも体調が悪いこともあるだろう。しかし問題は、こうした解釈が繰り返し採用されることで相手からの実際のサインが見えなくなってしまうことだ。3つ目の盲点は関係への過信だ。長い関係を持つ人ほどその関係の強度を過大評価する傾向がある。これだけ長く付き合ってきたのだから多少のことがあっても大丈夫だろう。これだけ一緒にいたのだから相手は自分のことを理解してくれているはずだ。しかし関係の長さは必ずしも関係の強度や相手の許容度を保証しない。むしろ長い関係の中で積み重なった小さな傷つきは新しい関係の中での大きな傷つきよりも深く静かに心に刻まれることがある。社会心理学者のエレン・バーシェードは関係の研究の中で、長期的な親密な関係においては相互依存の深さゆえに小さな失望の蓄積が関係全体への評価を大きく変える可能性があると指摘している。つまり長い関係であるがゆえに取り返しのつかない段階になるまで問題が見えにくいという逆説がある。4つ目の盲点は感情表現の解読ミスだ。人間は他者の感情を読むとき、多くの場合明示的なサインを頼りにする。相手が泣いていれば悲しんでいる。相手が怒鳴っていれば怒っている。相手が笑っていれば機嫌がいい。しかし先ほど見てきたように、見放す側の感情プロセスは非常に静かだ。怒鳴らない。泣かない。訴えない。表面上は穏やかに見えることが多い。この静けさを問題がない状態として読み取ってしまうことが決定的な誤読につながる。社会心理学の研究では感情表現の抑制が高い人ほどその内面状態と外見的な表現との乖離が大きく周囲から誤解されやすいことが示されている。つまり見放す側が静かであればあるほど見放される側はその深刻さに気づきにくい。この4つの盲点が重なった時、見放される側は突然相手が変わったという体験をすることになる。しかし実際には何も突然ではなかった。ただ見えなかっただけだ。そして見えなかったということは見ようとしていなかった可能性と見る力が不足していた可能性の両方を含んでいる。この認識は単にあの時気づけばよかったという後悔を超えて自分の人間関係における感受性と向き合うための重要な出発点になる。第7章、見放された後に起きること。後悔、怒り、そして需要のプロセス。誰かに静かに見放されたと気づいたとき、人の心の中では何が起きるのか。この体験は一般的な別れの体験とは少し異なる質を持っている。通常の別れには明確な終わりのシーンがある。言葉があり、感情の爆発があり、
あるいは正式な宣言がある。しかし静かな見放しにはそのような明確な終わりのシーンがない。相手が去ったことに気づいた時、その別れはすでに終わっている。このような体験を心理学者たちは曖昧な喪失という概念に近いものとして捉えることができる。ポーリン・ボスが提唱したこの概念は、明確な終わりや区切りのない喪失体験が通常の喪失よりも処理が難しいことを示している。形のはっきりした喪失なら悲しんで受け入れて前に進むというプロセスをたどれる。しかし曖昧な喪失はいつどこで何が終わったのかが不明確なため、悲しみの処理が宙に浮いたままになりやすい。見放された後に最初に訪れるのは多くの場合否認だ。きっと気のせいだ。相手はただ忙しいだけだ。少し時間を置けば元に戻る。この否認は喪失の痛みから一時的に自分を守るための心理的防衛規制だ。精神分析の伝統では防衛規制は必ずしも病理的なものではなく、心が急激な衝撃に対処するための自然な仕組みとして理解されている。しかし否認が長く続くと問題はより深刻になる。なぜなら否認している間は相手への働きかけを続けてしまうからだ。連絡を送り続け、以前と同じように接しようとし、関係が終わっていないかのように振る舞う。しかし相手はすでに感情処理を完了させており、戻る意思がない。この非対称性が見放された側の混乱と痛みをさらに深める。否認の次に来るのは怒りだ。どうして何も言わずに距離を置くのか。直接言ってくれれば対応できたのに、こんな終わり方は不公平だ。この怒りは非常に自然な反応だ。しかしここで重要な問いが生まれる。この怒りは何に向けられているのか。表面上は相手への怒りのように見えるが、その奥には自分自身への怒りが潜んでいることが多い。なぜ気づけなかったのか。なぜもっと早く動かなかったのか。なぜあの時ちゃんと向き合わなかったのか。自己批判ともいえるこの内向きの怒りは、見放された体験をただの相手が悪いという単純な図式では処理できない部分から生まれている。その後に訪れるのは交渉の試みだ。謝罪のメッセージを送る。共通の知人を通じて連絡を試みる。以前と同じ場所に行って偶然を装って会おうとする。この交渉の試みは、失った関係を取り戻そうとする切実な動機から来ている。しかし前章で見てきたように、構造的な判断によって下された決断は、感情的な謝罪や働きかけでは覆らない。相手の中ではすでに感情処理が完了しており、謝罪を受け取っても過去の情報として処理されるだけで、未来の関係設計を変える力を持たない。交渉の試みが実らないと、深い落ち込みと虚無感が訪れる。これは単なる悲しみではなく、自己像の揺らぎを含んでいる。自分はそんなに問題のある人間だったのか。自分の人間性に何か根本的な欠陥があるのか。こうした問いは、見放された体験が単なる関係の終わりを超えて、自己評価の問題として浮上してくることを示している。しかしここに、この体験の持つ深い成長の可能性がある。エリザベス・キューブラー・ロスが提唱した悲嘆のプロセスモデルが示すように、喪失の体験を誠実にたどった人は、最終的に受容という段階に至ることができる。受容とは、失った関係の価値を否定することでも、相手を許すことを強いられることでも、傷つきがなかったことにすることでもない。ただ、起きたことを事実として認め、その事実の中に自分の学びと成長の種を見つけることだ。見放された体験から学べることは何か。自分は人間関係の中で、相手のサインをどのように受け取っていたか。自分は相手が求めていたものを、本当に理解しようとしていたか。自分は関係の中で相手と対等に向き合っていたか。これらの問いと真摯に向き合うことが同じ喪失を繰り返さないための唯一の道だ。そしてこの問いに向き合える人だけが次の関係をより豊かなものにしていける。第8章、見放すことの倫理。冷たさか、それとも自己尊重か。ここまで心理学的神経科学的な視点からもういいやという感覚のメカニズムを解明してきた。しかしここで少し立ち止まって考えたい問いがある。見放すという行為は倫理的に正当化できるのか。これは単純に見えて実は非常に複雑な問いだ。なぜなら見放すという言葉にはどこか否定的なニュアンスが含まれているからだ。相手を見捨てる、関係を一方的に終わらせる、説明もせずに去る。こうしたイメージが見放すという言葉につきまとう。しかし本当にそうなのか。まずここで関係における責任の概念について考えてみたい。私たちは一般的に一度始まった関係には何らかの維持の責任があると感じる。友人関係なら困っている時に助け合う責任、恋愛関係なら誠実であり続ける責任、職場の関係なら円滑なコミュニケーションを保つ責任。こうした責任感は
関係を豊かにする上で非常に大切なものだ。しかしここに一つの根本的な問いが生まれる。その責任はどこまで続くのか。そして自分が消耗し傷つき続けている関係においてもその責任は果たされなければならないのか。哲学者のイマヌエル・カントは道徳の基準として定言明法を提唱した。その核心にあるのは自分の行動の原則が普遍的な法則になり得るかどうかという問いだ。もし全ての人が自分を傷つけ続ける関係でも責任感から離れてはならないという原則に従って生きたとしたらどんな世界になるか。それは人々が自己を犠牲にし続ける世界だ。その世界は決して道徳的に望ましい世界とは言えない。一方でカントはまた人間を手段としてではなく目的として扱わなければならないとも述べた。自分自身もまたこの目的として扱われるべき人間に含まれる。自分を単なる関係維持のための手段として扱い続けることはカントの倫理学の観点から見ても正当化されない。現代の心理学もこの視点を支持している。ブレネー・ブラウンは境界線について自分が許容できることと許容できないことを明確にし、その境界を守ることは健全な関係を築くための前提条件だと述べた。境界線を持つことは自己中心的ではない。むしろ境界線のない人間関係は長期的には双方を傷つける。なぜなら境界線のない関係では一方が常に与え続けもう一方が常に受け取り続けるという非対称な構造が固定化しやすいからだ。そしてこの構造は受け取り続ける側の成長も妨げる。自分の行動が相手を傷つけているという認識を得る機会が失われるからだ。この視点から見ると見放すという行為は必ずしも相手への罰ではなく、むしろ相手に対してあなたの行動には結果があるという現実を突きつける行為とも解釈できる。しかしここで重要な区別をしなければならない。健全な境界線の設定としての見放しと逃避や回避としての見放しは根本的に異なる。健全な境界線の設定とは十分な時間と試みを経た上で自分の心理的安全を守るために関係に距離を置く選択だ。一方逃避としての見放しは関係の中で生じた問題や自分自身の課題に向き合うことを避けるために関係そのものを終わらせることだ。前者は成熟した自己尊重から来ており、後者は回避的な防衛規制から来ている。この2つを混同しないことが重要だ。そしてここに非常に正直な問いかけが必要になる。自分が誰かをもういいやと見放そうとしているとき、それは本当に十分な試みの後の判断なのか、それとも向き合うことへの恐れから逃げているのか。この問いに誠実に向き合えた人だけが自分の選択に対して真の意味で責任を持てる。また見放す際の方法についても倫理的な考察が必要だ。完全な無言での切断、いわゆるゴーストと呼ばれる行為は見放される側に曖昧な喪失を与え、その後の感情処理を著しく困難にする。心理学的な研究では明確な終わりを与えられない別れは明確な別れよりも長期にわたる心理的苦痛を引き起こすことが示されている。自分を守るために関係を終わらせることは正当化できる。しかしその方法において可能な限り相手への配慮を残すことが真の意味での自己尊重と他者尊重の両立につながる。完璧な別れは存在しない。しかし誠実な別れは存在する。見放すという行為を単なる感情的な反応ではなく自分と相手の両方への誠実さとして行えるとき、それは最も成熟した形の終わりとなる。第9章、見放す前に試みるべきこと、関係修復の可能性と限界。ここまで見てきたプロセスを踏まえた上で一つの重要な問いに向き合いたい。もういいやという感覚に至る前に、あるいはその途中で関係を修復する可能性はあるのか。そしてもしあるとすればその鍵はどこにあるのか。まず明確にしておきたいのは、全ての関係が修復できるわけではないという事実だ。関係の中で生じた傷つきの深さ、繰り返しのパターンの固定度、双方の変化への意欲の差によって修復の可能性は大きく異なる。しかし多くの場合、関係が完全に終わりを迎える前に修復のための窓が存在している。問題はその窓が開いている期間が限られているという点だ。心理学的な研究では関係の修復において最も重要な要素としてタイミング、誠実さ、行動の変化の3つが繰り返し上げられる。タイミングについてはすでに感情処理が完了した後ではどんなに誠実な謝罪も関係修復の力を持ちにくい。これは相手が意地悪だからではなく、神経科学的に見て感情処理が完了した後の脳の状態では過去の評価を覆すための感情的なエネルギーが残っていないからだ。だから関係修復を試みるなら
相手がまだ感情的に揺れている段階で行動することが重要だ。その段階とは、相手がまだ怒っている時、まだ悲しんでいる時、まだ何かを伝えようとしている時だ。静けさが訪れた後では、多くの場合、窓はすでに閉じている。誠実さについて言えば、関係修復における最大の障壁の一つは表面的な謝罪だ。申し訳なかった。もう繰り返さない。という言葉だけでは、すでに傷ついた側の信頼を回復するには不十分だ。なぜなら傷ついた側が求めているのは言葉ではなく、自分の傷つきが本当に理解されたという体験だからだ。心理学者のゴットマンは、効果的な謝罪には相手の感情の正確な認識と、その感情が生まれた理由への理解が不可欠だと述べた。あなたがあの時どれほど傷ついたか、私には本当に分かっていなかったという言葉は、ごめんなさいという言葉よりはるかに深く相手の心に届く。それは傷つきの存在を認め、それを引き起こした責任を引き受けるからだ。行動の変化については、これが最も重要であり、最も難しい部分だ。ゴットマンの研究が示すように、関係の問題の多くはパターンとして繰り返される。一時的な感情的和解の後、同じパターンが再び現れることが非常に多い。これは悪意からではなく、習慣化した行動パターンや認知パターンは意識的な努力なしには変わらないからだ。神経科学的に見ると、長期間繰り返された行動パターンは神経回路として固定化されており、これを変えるには意図的な反復練習と、多くの場合専門的なサポートが必要だ。だから関係修復において変わると言葉で約束するだけでは不十分だ。具体的にどのような行動を変えるのか、そのためにどのような実践的なステップを取るのかを示すことが、信頼回復への唯一の道だ。しかしここで、もう一つの重要な視点を加えたい。関係修復の責任は、一方だけが負うものではない。見放す側も、見放される側も、関係の中での自分の役割を誠実に振り返る必要がある。見放す側にとっての誠実な振り返りとは、自分が抱えていた問題や期待を、相手に伝える十分な機会を作っていたかどうかを問うことだ。暗黙的なサインだけを送り続け、直接的なコミュニケーションを避けてきたとすれば、相手に変化の機会を十分に与えていなかった可能性がある。見放される側にとっての誠実な振り返りとは、相手が発していたサインを、意図的にであれ無意識的にであれ、見逃し続けてきた自分の行動パターンを認識することだ。どちらの側にも、自分が関係のダイナミクスにどう貢献してきたかという問いへの誠実な答えが求められる。この相互の誠実な振り返りが可能なとき、そして双方に変化への真の意欲があるときにのみ、関係の修復は現実のものとなる。逆に言えば、この条件が揃わない限り、修復を試みることは双方にとっての消耗をただ延長するだけになる可能性が高い。そしてその認識もまた、もういいやという判断を最終的に後押しする要素の一つとなる。関係には自然な寿命がある。すべての出会いが永続するわけではないし、すべての関係が修復されるべきとも限らない。重要なのは、その関係の終わりが逃避から来ているのか、それとも誠実な試みの末の判断から来ているのかという点だ。後者であれば、その終わりは決して失敗ではない。それは一つの関係が完結したということであり、その完結の中に、次の関係をより豊かにするための経験と知恵が宿っている。第10章。もういいやの後に残るもの、喪失と解放の間で、誰かをもういいやと見放した後、その人の心の中には何が残るのか。多くの人はこう想像するかもしれない。見放した側はすっきりしているはずだ。もう関係ないのだから、楽になっているはずだ。しかし実際はそれほど単純ではない。見放した後の心の中には、解放感と喪失感が複雑に混在している。まず解放感について言えば、これは確かに存在する。長い間、自分を消耗させてきた関係から距離を置いたとき、心理的な負担が軽減される感覚は本物だ。慢性的なストレス状態が緩和されることで、自律神経系のバランスが回復し、睡眠の質が改善したり、日常の些細なことへの喜びが戻ってきたりすることが報告されている。しかし同時に、喪失感も存在する。これは矛盾しているように見えるが、実はそうではない。人間は、たとえ自分を傷つけてきた関係であっても、その関係に何らかの意味や価値を見出してきた。一緒に過ごした時間の記憶、共有してきた経験、かつてそこにあった温かさ、これらはその関係の否定的な側面とは独立して存在している。見放した後に訪れる喪失感は、その関係の否定的な側面への喪失ではなく、その関係が持っていた可能性への喪失だ。こうなればよかった。もしあの時違う選択をしていたら、
この関係はもっと良いものになっていたかもしれない。こうしたあり得たかもしれない関係への惜しむ気持ちが喪失感の正体だ。心理学では反事実的思考と呼ばれるこのプロセスは、人間が過去の経験から学ぶための重要な認知機能だが、同時に後悔や悲しみの源にもなる。見放した後の喪失感を健全に処理するためには、この反事実的思考を単なる後悔で終わらせず、学びへと変換することが重要だ。あの関係はどんな自分を映していたか、自分はどんなニーズをその関係に求めていたか、そのニーズは今、他のどこかで満たされているか。これらの問いに向き合うことで、喪失の体験は単なる終わりではなく、自己理解の深まりへと変容する。また、見放した後に多くの人が経験するのは罪悪感だ。相手が落ち込んでいると聞いたとき、相手が変わったと誰かから伝えられたとき、あるいは単純に相手の顔を夢で見たとき、自分は冷たいことをしたのではないかという罪悪感が静かに浮かび上がることがある。この罪悪感は、共感能力の高さの表れでもある。他者の苦しみに対して完全に無感覚になれる人は、実は共感能力が低い可能性が高い。逆に言えば、見放した後も相手のことが気になり、罪悪感を感じる人は、その人が本質的に思いやりのある人間であることを示している。しかしここで重要なのは、罪悪感と責任感を区別することだ。罪悪感は自分は何か悪いことをしたという感覚だ。しかし責任感は自分はどのように行動すべきだったかという問いへの誠実な応答だ。十分な試みの末に自分を守るために関係に距離を置いた選択は、罪悪感を感じるべき行為ではない。しかし責任感の観点から言えば、その関係において自分が貢献していた問題のパターンを認識し、次の関係ではより良い自分でいようとすることは常に求められる。クリスティン・ネフのセルフコンパッションの研究が示すように、自分への過剰な批判は成長を妨げる。自分の選択に対して自分自身に温かい眼差しを向けながら、同時に誠実に振り返ることができるとき、人は真の意味で経験から学ぶことができる。見放した後の時間は、ただ終わった後の時間ではない。それは次の自分に向けての静かな準備期間だ。第11章、もういいやを超えて、新しい関係性の設計図を描く。もういいやという体験。見放す側としての体験も、見放される側としての体験も、その両方を通り抜けた人には、以前とは異なる人間関係への姿勢が生まれてくる。それはある意味で、人間関係における第二の成熟とも呼べるものだ。最初の成熟は、他者とつながることを学ぶ段階だ。幼少期から青年期にかけて、人は他者との関係を築く方法を学ぶ。どうすれば受け入れてもらえるか、どうすれば衝突を避けられるか、どうすれば好かれるか。この段階では、関係を維持すること自体が目標になりやすい。しかし第二の成熟とは、どのような関係を築くかを選択できるようになる段階だ。すべての人と深い関係を築く必要はない。自分のエネルギーと時間は有限であり、それをどの関係に注ぐかという選択が、自分の人生の質を大きく左右する。この認識は冷たさや孤立主義ではない。むしろより深く、より誠実な関係を少数の人と築くための前提条件だ。では第二の成熟に至った人は、どのように新しい関係の設計図を描くのか。まず最初に変わるのは、関係への入り口の姿勢だ。以前は受け入れてもらいたい、嫌われたくないという不安から関係を始めることが多かったとすれば、第二の成熟後はこの人と本当にいい関係を築けるか、この人との関係は双方向に豊かなものになりうるかという問いから関係を始めることができる。これは相手を審査するということではない。自分と相手の両方にとって、その関係が健全でいられるかどうかを最初から意識することだ。次に変わるのは、問題が生じた時の対処の仕方だ。以前は問題を見ないふりをしたり、一人で抱え込んだり、あるいは逆に感情的に爆発したりしていたとすれば、第二の成熟後は適切なタイミングで、適切な言葉で、自分の感じていることを相手に伝えることができるようになる。これは簡単なことではない。直接的なコミュニケーションには、脆弱性を晒すリスクが伴う。自分の感じていることを正直に伝えることは、相手から否定されるかもしれないという恐れを乗り越える勇気を必要とする。ブレネー・ブラウンは脆弱性について、それは弱さではなく勇気の源だと述べた。自分の感じていることを正直に表現できる人は、より深い本物のつながりを築くことができる。なぜなら本物のつながりとは、お互いの完璧さを称え合うことではなく、お互いの不完全さを含めて認め合うことから生まれるからだ。そして最も重要な変化は、自分自身との関係における変化だ。もういいやという体験を通じて最も深く問われるのは、他者との関係のあり方だけではない。
自分自身との関係のあり方だ。自分の感じていることをどれだけ正直に認識できるか、自分のニーズをどれだけ正当なものとして受け取ることができるか、自分の限界をどれだけ恥ずかしくない事実として受け入れることができるか。これらの問いへの答えが全ての外的な人間関係の質を根本から決定する。自分自身との関係が健全な人は他者との関係においても健全でいられやすい。自分自身を大切にできる人は他者を大切にする方法も自然と身につけていく。そして自分自身の限界を知っている人は他者の限界に対してもより深い理解と敬意を持てるようになる。もういいやという体験は終わりではない。それは自分自身とのより深い対話への招待だ。最終章、静かな決断の先にあるもの、もういいやが教えてくれること。この動画を通じて私たちはもういいやという感覚の正体を多角的な視点から見てきた。感情の蓄積メカニズム、暗黙的フィードバックの心理学、自己否定の構造、関係性の設計図の破綻、怒りの処理と完了、見放される側の盲点、喪失と需要のプロセス、倫理的な問い、修復の可能性と限界、そして新しい関係への成熟。これらを一つの流れとして見たとき見えてくることがある。もういいやという感覚は人間の心が持つ最も深い自己保護のメカニズムの一つだということだ。それは衝動でもわがままでも冷たさでもない。それは長い時間をかけて感情を処理し、関係の構造を評価し、自己否定の連鎖を断ち切り、自分自身の尊厳を守るために至った静かで誠実な判断だ。しかし同時にこの体験は私たちに重要なことを教えてくれる。人間関係において最も大切なことの一つは相手が発しているサインに気づく感受性だということだ。言葉にならない変化、微細な温度の低下、暗黙の訴え、これらに気づける人は関係がもういいやの段階に至る前に問題に向き合うことができる。そのためには何が必要か。まず必要なのは関係への意識的な注意だ。長い関係であっても慣れから来る無意識の鈍感さに陥らないように相手を新鮮な目で見続ける習慣だ。次に必要なのは自分自身の感情への正直さだ。何かが変わったと感じたとき、その感覚を気のせいで片付けずに誠実に向き合うことだ。そして最も重要なのは脆弱性を持って対話できる関係を育てることだ。直接的なコミュニケーションが可能な関係では問題は表面化しやすく、修復の機会も生まれやすい。沈黙の中で積み重なるしかなかった問題は言葉になった瞬間に解決への第一歩を踏み出すことができる。人間は誰もが傷つきやすく不完全で時に相手を傷つけてしまう存在だ。しかし同時に人間は誰もが成長する力とより深く誠実に他者とつながる力を持っている。もういいやという体験はその両方の現実を私たちに突きつける。見放した人も見放された人もその体験の中に自分自身への深い問いと向き合う機会を持っている。その問いから逃げずに向き合えた人は次の関係を以前よりも豊かなものにしていくことができる。それがもういいやという静かな決断が最終的に私たちに教えてくれることだ。エンディング。今日はここまで。この人、もういいやと見放す心理について心理学、神経科学、哲学、そして人間関係の研究が積み重ねてきた知見を丁寧にたどりながら徹底的に解明してきた。もしあなたが今誰かをもういいやと感じているなら、その感覚を否定しなくていい。その感覚はあなたの心が長い時間をかけてたどり着いた誠実なメッセージだ。ただ同時にその感覚が訪れた背景を少し時間をかけて振り返ってみてほしい。十分な試みの末の判断なのか、それとも向き合うことへの恐れから来ているのかを自分自身に正直に問いかけてみてほしい。そしてもしあなたが今誰かにもういいやと思われているかもしれないと感じているなら、その不安を大切にしてほしい。その不安は関係をより誠実なものにするための出発点になりうる。相手が静かになった時、相手が以前より距離を置くようになった時、その変化から逃げずに向き合う勇気を持ってほしい。人間関係は常に完璧ではない。傷つけ合いながら、誤解し合いながら、それでも向き合い続けることの中に本物のつながりの可能性がある。この動画があなたの人間関係を見つめ直すための何かしらの視点になれたとしたら、これ以上嬉しいことはない。もしこの動画が少しでも役に立ったと感じてくれたなら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしたい。そしてコメント欄にあなたがもういいやと感じた体験やこの動画を見て気づいたことを
ぜひ教えてほしい。あなたの言葉が同じような体験をしている誰かの力になるかもしれない。それではまた次の動画でお会いしましょう。